はい、皆さん、前鉢で弾くときにね、こんな演奏になってませんかね。そう今日はですね、小さい音量で弾くときも力を抜いちゃいけませんよっていう話をしようと思います。これね、小さい音量で弾きたいからって力を抜いてしまうと、音がね、不明瞭になっちゃってね、ミストーンになっちゃうんですよね。音の明瞭さと音量の大小っていうのは相関がありません。完全に比例しなくはないんですけど、綺麗な比例関係にはならないんですよね。例えば音量の大小っていうのは、こういった違いがあります。例えば音量が大きいっていうのは、右手が銅とか駒とか糸に接触していないか、バチ先だけがちゃんと当たってるか、接触の有無の問題。それから銅の真ん中で打っているか、バチの前後の話ですね。それから十分な角度、45度から60度ぐらいに開外しているか、皮に対して45度から60度開外しているかっていうバチの高さの問題。で、小さい音量っていうのは、ねじめ駒掛けなど、駒とか糸に接触しているか、接触の有無ですね。それから前の方で弾いているか。前の方であればあるほどいいってわけじゃないんですけれども、駒が小指で触れる位置っていうとちょっと前になると思います。これバチの前後の話ですね。それから外線が皮から1、2センチ以内に収まっているか、バチの高さの問題ですね。といったことが音量の大小を決定づける要素になります。で、ここで力の大小っていうのは入ってないんですよね。これ関係ないんですよ。例えばね、前鉢で力を入れると音量が大きくなってしまうってことは、さっき言ったねじめをしているだとか、外線が1、2センチ以内に収まっているってことが徹底できてない証拠なんですね。理想は、すごく力を入れても、以上のことを守ってれば音量が大きくならない。すごく、えいえいって力を入れても音量が物理的に大きく出せないっていう状態に徹底できてれば成功なんですよね。これ今僕めちゃくちゃ力んでるんですけど、音量は絶対大きく出せないです。っていうことですね。で、一方で、明瞭さっていうのは力の大小になるんですよ。もちろん、大きい音量を出すための力必要なんですけれども、小さい音量でも、しっかり力を抜かないといけないんですよ。でないと、先ほど言いました通り、発音がちゃんとされないというか、ミストーンになってしまう。っていうのに対して、だから音粒が揃わなかったりするんで、これ先頭カチ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 って小さい音だけどちゃんと音粒を揃えようとすると、力によるコントロールが絶対必要になってくるという感じです。僕よく例えるのが、声の大きさと聞き取りやすさ、滑舌みたいな話なんですけど、明瞭さが低いと声量は大きいのに聞き取りづらいっていう状態になりますし、一方で明瞭さが高ければ声量自体は小さくてもしっかり聞き取れる話し方になると思うんですよね。例えば、声は大きいことで滑舌は悪いみたいな、声量は大きいけど滑舌は悪いみたいな、聞き取りづらいっていう状況と、ささやき声でもしっかり聞き取れるっていう小さい声量だけど滑舌がはっきりしてる、みたいな違いですかね。そうだからこういうのが音量と明瞭さが関係ないよって言ってるところなんですけれども、小さい音量でもねしっかり相手に伝わるように力を抜かずにしっかり弾き切りましょうというのが、今回のトピックでございました。それでは。